皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は一軒家のおうち丸ごとビフォーアフターというテーマでお話していきたいと思います。以前こちらの動画で 1LDK のマンションにお住まいのお宅のおうち丸ごとビフォーアフターについてご紹介させていただきました。その時はですね、スペースの限られるマンション住まいのお宅の事例だったんですけれども、もっとスペースの広い戸建ての場合、丸ごとお片付けするのにですね、どのぐらい時間がかかるんだろうなんていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回の動画では一軒家のお宅にお住まいのお客様のお宅に3回に分けてご訪問させていただいて、リビングですとか子供部屋、クローゼット、それから玄関、洗面所、キッチンと丸ごとお片付けさせていただいたという事例についてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また収納の具体的なお悩み相談ができる少人数制のオンラインワークショップも開催しておりますので、ぜひ概要欄の方をチェックしてみてください。では早速スタート。ではまずはじめに今回ご紹介するお宅の基本情報からお伝えしていきたいと思います。こちらのお客様はお伺いした当時で小学校4年生の双子の男の子2人とあとはその女の子のですね赤ちゃんがいらっしゃるという3人兄弟のお子さんがですねいらっしゃるお宅で2階建ての一軒家にお住まいでした。もともとリビングに2人分の学習机を置かれていたんですけれども、そろそろ高学年になるということでですね2階の物置部屋を子供部屋にしたいというふうにお考えでした。収納はですね、比較的多めのお宅だったんですけれども、それをどう使っていいかわからないということでお悩みでいらっしゃいました。まずは1回目のご訪問時のビフォーからご紹介していきます。こちらはリビングの一角ですが、双子のお兄ちゃんたちの学習机が2つ並んでいて、そちらに学用品や勉強道具などを収納しています。赤ちゃんのものが今後増えるため、この学習机を2階に移動させて空いた場所に収納ラックを置き、1階に残したい学用品は奥の収納棚に移動させたいとご希望でした。その収納棚がこちらになりますが、物がすでにいっぱいで学用品収納スペースを作るには物の見直しが必要そうでした。そもそもこの収納棚に置いているもの自体が使っていないものがほとんどとのことで、せっかくの便利なスペースなのにあまり使いこなせていないとお悩みでもありました。こちらは収納棚のすぐ隣にある洗面所のご家族のパジャマ類の収納スペースです。お兄ちゃんたちが大きくなり、パジャマ類が引き出し一つに収まりきらなくなってきたそうで、その収納スペースも増やしたいとご希望でした。逆にマスクやハンカチ、靴下などランドセルの近くにあった方が便利そうなものもありましたので、お客様ともご相談して、そういったものはリビングの収納棚の方に移動させてスペースを空けることにしました。そしてこちらは2階の子供部屋です。2部屋がつながっている構造で、それを双子のお兄ちゃんたちがそれぞれ使えるようにしたいとお考えでしたが、今はおもちゃや赤ちゃんのものが無造作に置かれてしまっていて、物置部屋状態になっていました。こちらはつながっているもう一つの子供部屋です。こちらもストック品がなんとなく置かれてしまっていて、子供部屋としてはまだちゃんと整っていない状態でした。ちなみに2階の主寝室の隣にある将来の娘さんのお部屋が当面はストック部屋として使えるとのことでしたので、1階でなくても良いものはできるだけ2階に移動し、子供部屋にあるものでお兄ちゃんたちに関係ないものはストック部屋に移動という方針で、今あるものの行き先を決めて大移動させることにしました。では早速1日目に作業した箇所のビフォーアフターをご紹介します。まずはリビングの収納棚のビフォーアフターです。下段にあった使っていないホットプレートや奥様の手芸材料、お兄ちゃんたちのあまり読まない本を2階に移動させ、空いたスペースに学用品の収納スペースを作りました。一番下の段には洗面所にあったマスクやハンカチ、靴下が入っていた引き出しを移動。その左右には習い事のバッグや学校用の手提げバッグなどを収納しています。下から2段目にはランドセルと教科書、3段目はお兄ちゃんたちのお気に入りの本や塾関係のテキストを配置しました。そして洗面所の方はマスクや靴下が入っていた箇所に引き出しを移動させ、お兄ちゃんたちや赤ちゃんのパジャマ収納スペースを増やしました。もともと一番上の段にあった2つの引き出しは位置が高すぎてほぼ使っていなかったそうなので、そちらを下に移動させて使い回しています。そしてここからは2階のビフォーアフターです。物置部屋状態だった子供部屋はおもちゃを整理してクローゼットに収め、家具を移動させたら驚くほどすっきり。ここにこれから学習机を移動して寝るスペースも作ったら居心地の良い子供部屋になりますね。
もともとお持ちだったオープン棚は部屋の真ん中に移動させて緩くお部屋を区切れるような配置にしました。ここに置いたおもちゃはお兄ちゃんたちに選んでもらった一軍のおもちゃばかりですが、オープン棚なのでどちらの部屋からでも取り出せるのが良いポイントですね。ちなみに1階の学習机があったスペースは2回目にご訪問した際には収納ラックが到着して、さらにこんな感じに変わっていました。下の赤ちゃんの子供服やおもちゃの収納スペースが1階にないことにもお困りでしたので、ラックを置けるようになったことでそのお悩みも解消することができました。続いては2回目のご訪問時のビフォアです。2回目のご訪問時に作業をさせていただいたのは2階の寝室にあるクローゼットと1階の玄関収納です。こちらが寝室クローゼットですが、1日目の作業でお兄ちゃんたちの服はそれぞれの子供部屋に移動できたため、こちらにはご夫婦の服と赤ちゃんの季節替えやお下がりの服を収納されています。ですがまだ整理ができておらず、床置きになった服や衣装ケースがたくさんあって出し入れがしづらい状態でした。さらに衣装ケースの中身も実は使っていないものが多く、空のケースもあったりしてかなりもったいない状態でした。そのため衣装ケースや収納ケースの中身を全体的に見直して整理することにしました。そしてクローゼットと一緒に寝室とつながっているこちらのお部屋のクローゼットとタンスの中身を見直すことにしました。こちらにはご主人の普段着る服や季節外の服が収納されていましたが、クローゼットの場所が離れていることで洗濯後の動線が悪いことにお困りでした。またタンスも古くて使いづらいということで、こちらはできるだけ使わずに済むようにしたいとご希望でした。そしてこちらは1階の玄関収納です。大容量のこちらの下駄箱ですが、なんとなく見た目がごちゃっと見えてしまうことにお悩みでした。下駄箱は両開きの大きいスペースの他に片開きのスペースももう一面ありましたが、こちらも靴と雑貨が混在している状態でした。また玄関に置いてあるハンガーポールもごちゃついて見えがちなので、できればここにかかっているものの置き場所を下駄箱内に作って、このハンガーポールは撤去したいとご希望でした。このように2日目は2階のクローゼットと玄関の収納について一気に見直しました。では早速2日目のアフターをご覧いただきたいと思います。まずはクローゼット全体のアフターです。右側が奥に奥様、左側がご主人とゾーニングが明確になり、すっきり分かりやすくなりました。そして床置きされていたものもちゃんと整理したことで出入りしやすい状態に。奥の隙間にスーツケースも収納でき、奥様の服も季節ごとに整理して身支度しやすく配置し直しました。そしてこちらはご主人ゾーンの下段です。一番手前の3つの衣装ケースにオンシーズンの服を収納し、奥の3つは季節外の服をまとめました。そして寝室の隣の部屋のクローゼットの方は一部ハンガー掛けが必要なご主人の季節外の服だけは残しましたが、それ以外は使用頻度が低い雑貨類をまとめる場所に役割を整理しました。使いにくくてお困りだったこちらのタンスには使用頻度の低いスキー用品や来客用のタオルなどを収納。どれも普段はほとんど使わないものばかりになりましたので、タンスの使いにくさに日常的には困らなくて済むようになるのではないかと思います。続いては下駄箱右側のアフターです。これまで靴と雑貨が混ざっていたり、ご家族の靴もあちこちに点在してしまっていたため、ここのゾーンは基本的に靴をメインに収納するゾーンとして役割を整理し、段ごとに誰の靴ゾーンか分かるように配置を見直しました。真ん中には4つボックスを置き、ご夫婦とお兄ちゃん2人のお出かけ時によく使う小物の置き場を作りました。靴と小物の置き場がまとまると、お出かけ時の支度も少し楽になるのではないかと思います。そして左側の片開きの棚は雑貨ゾーンとして役割を整理しました。使用頻度を意識しつつ、よく使うものは出しやすい場所に配置しています。このように下駄箱の収納を改善した結果、ハンガーポールはほぼ空っぽに。こちらを移動できれば玄関もかなりスッキリするのではないかと思います。そして最後に3日目です。3日目はキッチンと洗面所の手洗いボール下のお片付けをさせていただきました。こちらはビフォーアフターだけ一気にダイジェストでご紹介していきたいと思います。まずラップやジッパーバッグなどがごちゃっと収納されていた食器棚引き出し最上段は、使用頻度が高いラップ類とコーヒー、お茶類の収納スペースに配置換えしました。そして消耗品がごちゃっと詰め込まれて在庫の把握がしづらい状態だった一番下の引き出しには食材関係をまとめて収納。
見通しやすくなり、食材の在庫管理もしやすくなりました。水筒やカセットコンロ用のボンベが収納されていたものの、せっかくの深さのあるスペースをうまく使えていなかった炊飯器下の引き出しは、パスタやカップ麺、お餅などの食材や調味料、ペットボトル飲料のストック収納スペースに、こちらも余裕のあるスペースを確保しました。もともと食材は食器棚の隣に置かれたストッカーに収納されていましたが、うまく活用できないとお悩みでした。そのためこちらも中身を丸ごと見直しました。お菓子が入っていた引き出しには布巾やエプロン、雑巾を収納。それぞれさほど所有量が増えないアイテムなので、細かい引き出しでもストレスなく使えると思います。そして真ん中3段には消耗品のストック類を収納。細かく分類することで消耗品の在庫管理がしやすくなったのではないかと思います。食器棚上段は上2段を開けて、コンロ側にあったお弁当グッズやお菓子作りセットなどを収納。下の段にはよく使うマグカップを並べて収納したところ、カップが揃っているとテンションが上がりますねとお客様にも喜んでいただけました。続いてはシンク下引き出し上段です。右側のファイルボックスは掃除用具を整理したら空っぽになりましたので、食器棚引き出しにあったジッパーバッグをこちらに移動。重なりすぎていたざる、ボウル類は分散させて出し入れしやすくしました。使用頻度の低い製菓道具や調理器具などが入っていて、ほとんど使っていなかったというシンク下引き出し下段。製菓道具が食器棚に移動できてスペースが空けられたので、上段にあったボウルや調理器具のうち使用頻度が低いものを下段に移し、残りのスペースに水筒類を収納しました。水筒はシンクで洗って乾かすので、動線的にもこちらの方が戻しやすくなりました。もともと食材が入っていた引き出しは食材を食器棚引き出しに集約することができましたので、保存容器を収納。これまで割とよく使うにもかかわらず収納場所があちこちに分散していたので、1箇所にまとまって使いやすくすることができました。その保存容器が置かれていた場所の一つだったのが換気扇の上。もう一つのカゴには使用頻度の低いお弁当グッズも置かれていましたが、こちらは油もつきやすいため移動してすっきり何もない状態に改善できました。そして最後に洗面所の手洗いボール下です。収納力のある引き出しでしたが、いろんなものが混在していてストック品の在庫管理もしづらい状態でした。こちらは洗濯用の洗剤類は洗濯機上に移動し、それ以外は物の量はほとんど減らしていませんが、カテゴリー分けを見直したことで以前よりは整理されました。使いこなせず割とスペースが空いてしまっている状態だったその上の浅い引き出しは、コンタクトのストックや石鹸のストックなど深い引き出しだと埋もれがちな細々したものを収納し、使い勝手も改善できました。いかがでしたか？今回ですね、ご紹介させていただいたお宅は3回のご訪問ということで、かなり広範囲のですねお片付けをさせていただいたんですけれども、作業後にはですね、日々の暮らしがこんなに快適になるとは想像もしてませんでしたなんていうような嬉しいお声もいただきました。スペースや収納が少ないというお宅はもちろんなんですけれども、収納があっても逆にどう使っていいか分からずお困りというお宅も多いと思います。そんな時にはですね、ぜひ整理収納プロの力を頼ってみるということも検討されてみてはいかがでしょうか。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。